前回は前は駅の東口を作ったけど、今回もその近辺の開発になる。今回メインで開発するのはこの通り、通称東口通り。前は駅と海側を結ぶ道だな。その通り。開発の手順は、1フェリーターミナルの仮設置、2新交通システムの整備、3大通りとその周辺の作り込み、この順番で行くよ。了解。まずはフェリーターミナルを仮設置しよう。仮になってる理由は何なんだぜ？真面目に作るとこれだけで1話分終わるからだね。おう。フェリーターミナルの本格設置は次回やっていくよ。なら今回設置しなくてもよかったんじゃないか？置かないと観光客が増えないんだよ。うわぁ、切実な理由きたわ。というわけでこんな感じで形を作っておこう。港っぽい感じになったな。さて、お次は新交通システムの整備をしていくよ。来たな今日のメインコンテンツ。今回は余道さんが公開しているリニモを使って整備をしていくよ。まずは線路を大通りの上にしっかり重ねよう。いい感じになったな。ただこのリニモのアセットには駅がないから PO で作っていくよ。ちょっと待った。水木市長？今リニモの駅を PO で済まそうとしたよね。はい。ダメ。駅はちゃんと作らないと。PO で作ってもほとんどの人には真似できないじゃないか。それはまあ、確かに。たまには駅をアセットとして作って他のプレイヤーに貢献した方が良いと思うよ。うわめんどくせえ。じゃ、よろしくね。はぁ、言いたいことだけ言って去りやがった。仕方ない、駅もモデリングしよう。久々に見たなブレンダーの画面。実在のリニモの駅を参考に制作していこう。モデリングの解説は専門の解説動画もあるから気になる人はそっちも見てくれよな。よし、できた。早いな。完成までたったの14時間34分しかかかってないからね。長すぎる。さらに今回は連絡通路や階段を別アセットにしたよ。カスタム駅を作るときに重宝するやつだな。というわけで駅を配置していこう。駅はどういう順にするんだ？1つ目が前は駅、2つ目が市役所前、3つ目は市民病院前、4つ目はフェリーターミナルにするよ。前は駅は建物の中にあるけどどうするんだ？そのために各パーツを別アセットにしておいたのさ。ホームまで切り身になってるのは助かるな。そして新交通システムの名前はオーシャンシャトルに決定。絶妙に架空の名前出してきたな。駅名標は PO 前提で作ったので各駅に配置していくよ。これは丁寧な仕事。よし、これで新交通システムの整備は完了かな。それっぽく走ってくれてるな。ではオーシャンシャトル沿線の作り込みに入っていこう。前は駅前から順に、まずはオフィス街を作っていくよ。駅前通りの方が繁華街寄りだったし、こっちは役所が近いから静かめな感じだな。そう。銀行や新聞社、郵便局や NTT もこの辺に配置していくよ。NTT の手前側から先は市役所を中心とした行政エリアにしよう。まずはこの三角地に公園を作っていこう。フェンスで公園の周りを囲って、入り口部分も作ってあげる。階段部分は縁石プロップを利用。次に、歩行者パスを少し高めに置いていこう。公園内を人が散歩しないと寂しくなるからな。地面はサーフェスネットワークをかぶせて鳴らしておこう。公園の周りには植木を配置。公園の内側にも植木と壁を置いたら高さをチェックしよう。ベタな JK スケール。あとはタイルを配置していって、別動画で解説したネトマルのサークル機能で作った花壇なんかも置いとく。あとは街路樹や電灯を適度に配置してあげれば、よくある公園の完成だね。いかにもありそうな感じになったな。花壇の花がニコニコマークになってるのがポイント。地味だけど手間かかってる煮物みたいな公園だな。次に市役所を作っていこう。ついに我々のオンボロ市役所が新しくなる時が来たのか。立地も建物もひどかったからね。建物は何を使うんだ？いろいろ使うけど、一つはキャンパスから建物を拝借しようと思う。大学エリアにするのか？いんや、リコを使ってリコに指定すれば大学エリアにしなくても建物が使える。なるほど。専門職大学のメディアラボをそのまま文化ホール的なものにしようかな。案外それっぽく見えるものだな。右側は CGM ビルディング、奥はベルリンの貿易センタービルを配置してるよ。実際日本の建物を使ってないけどそれっぽいわ。あとは外交部分の作り込みをちょいちょいと。市役所の周りがアスファルトだとさすがに味気ないもんな。駐車場も平面と立体両方を設置しておこう。出た、いつもの無限収容駐車場。それぞれの建物の間には防音壁を使って接続部分を作っておこう。今回はゼロから建築がない分控えめだな。市役所タワーの部分は入り口がちょっと貧相だね。確かに。飾り付けでもしていくか？今回はこのコンコース用ビルを PO してロビー風にしていこう。思ったより色合いや雰囲気がマッチしてるな。あとは植栽や車を置けば市役所入り口感は出るね。
前面部は広場ってことにしてタイルを丁寧に埋めていく。用地の有効活用だな。こういう三角地は広場が手っ取り早いからね。市役所の隣には公園を置いていくよ。面白そうな形に縁石を置いてるな。こんな感じで縁石を置いて、地面を運河セットで掘る。運河の幅は濃紺で調整。隙間部分はサーフェスで穴埋め。そして水面プロップを表面に重ねていく。なるほど、ここが水場になるのか。そういうこと。人が渡る石なんかも置くとさらにリアルになるよ。吹き出し口は滝やセットを活用すれば、こんな感じの水場になる。市役所周辺に恥じないリアルな水場になったな。さらに周りには市民会館、消防署、郵便局あたりを配置しておこう。この辺は行政の土地ってことだな。あとは各建物に対して案内看板も追加で完成。これで市役所付近の開発は完了だね。オンボロ市役所に暮らしてた自治体とは思えない成長だな。オンボロ庁舎は後で解体しておこう。そうだな。よし、あとは新交通システムの沿線開発を進めていこう。この辺はどんな街にしていくんだ？基本はオフィスビルとマンションが混在してる感じかな。よくある面白みのない街並みだな。いきなりディスリモードに入るのやめろ。場所的にこの辺は河口に近い稲作地帯だっただろうし、元の土地価格はそれほど高くはなさそう。だから道がまっすぐなんだな。もともとは炭鉱と城下町が中心地だし、この辺は戦後の復興計画で開発された街並みってことだね。戦後の都市計画をしっかりやれた街は道路も広くて区画もしっかりしてるもんな。そういうこと。東京も戦前には片側4車線の大型高速道路の整備とか考えられてたらしいよ。ああ、廃線国道路。だいぶ住宅が増えてきたな。人口10万人を達成するには結構な数の住宅も必要だからね。出生率が増える条例でもあったらいいんだけどな。こればかりは難しい話だね。せめてもの慰みに小さなショッピングモールでも建てておこうか。出た、店が集まっただけの名前のないショッピングモール。駐車場が入りやすいので案外普段使いには便利だよね。休日は平置きが満車で立体駐車場に案内されるやつだな。衣食住を提供したところで、あとは病院だね。病院のアセット、地味に少ないから困るよな。大型の病院になるとなお難しいよね。なので今回はこれを使ってく。なんだ、このおしゃれな建物は。これはタイの病院アセットだね。こいつを組み合わせて大きな病院に仕立てていくよ。おお、すでに大病院の雰囲気出てきたな。この病院はお国柄からか床がちょっと高いので沈めてから使うよ。水害対策がされてるんだろうな。日本の病院はバリアフリーが大事だからね。奥にはリハビリセンターと職員用駐車場も置いておこう。この一角が病院の経済圏になるってことだな。お次は敷地内に道路を置いていく。この辺は見慣れた駐車場製作作業だな。BSP を使って救急車の出入りする場所をすべて1箇所に集めておくのもやっておこう。これで敷地内に救急車が来るようになるってことだな。敷地を決めるために境界には植え込みを張り巡らせていくよ。ところどころ切れ目を作って歩行者の出入りができるようにするのがポイント。駐車場はありがたいことに無料。ありがたいけど即埋まりそうだな。あとは歩行者の動線もちょっと作ってあげて。救急車スペースはペイントをしておこう。最後は周りに木を植えて、汚しを入れてあげれば完成。これが前橋の医療を支える前橋民病院だね。ドクターヘリも発着できて安心だな。ベッド数は500あるので間違いなく大規模な病院だね。これで安心して病気になれるぜ。今回の開発で街に必要なものはだいぶ揃ったね。確かに。順番に見ていくか。まずはこの街のランドマークにもなる前橋役所。今までのオンボロ庁舎が嘘のようだな。市役所の近くは緑もあって開放的な空間に。我々が求めていたのはこういう市役所なんだよな。隣接しているのは前橋民の憩いの場、前橋ビッグセンター。休日はここで茶道教室や将棋教室が開かれるってわけだな。大ホールと駐車場もあるので演劇やコンサートもできる。無限に収容できる地下駐車場もあるので安心してご来場ください。公共交通で来る人もオーシャンシャトル駅直結で楽ちんだね。イベント開催日には警備員が何人も配置されるってわけだな。前回作った市役所通りもだいぶ賑わってきたね。賑わいすぎて結構渋滞してるけどな。人口も増えてきたからな。市役所を少し南へ行くと閑静な住宅街が広がる。手前に見えているのは前は本町第一小学校。略して元一。近くの米田は生徒立ち入り禁止の校則がありそうだな。奥に見えるのは県立前和高校。通称舞高。県下有数の進学校としても有名。近所のライフには昼休みに弁当を買いに来る高校生が多いとか。
このエリアは比較的新しい住宅街として1970年くらいから発達してきたよ。オーシャンシャトルや阪急電車でカバーできない場所は市営バスが細かくカバーしていくぜ。そしてここが前橋の救急医療を支える最後の砦、前橋民病院。病院食がまずいこと以外は充実してると評判の病院。入院時には調味料をお忘れなく。スーパーカーで退院できるサービスもあるのか？車の費用は健康保険適用外です。当たり前だよな。そしてこれらの施設を結び、市民及び観光客の足となるのがこのオーシャンシャトル。眺望の良さと利便性が好評だけど、運賃が高いので値下げ運動も起きているとか。値下げするわけないんだよな。貴重な収入源だからな。さて、それでは本日最後のメインイベント。お、ついにか。前は港の仮改良と行こうじゃないか。観光客を満載した船が着岸してきたな。これで観光客数もうなぎ登りだね。そして人々は漏れなくフェリーターミナル駅へ吸い込まれていくと、ますます運賃値下げする理由がなくなるな。移住者も増えた上に観光客増加でオーシャンシャトルもほぼ満員。観光客の増加にフェリーはかなり効果があるんだな。こちらの船は500人乗りの大型客船。こんなのがバンバン来るとかなりの観光客数を見込めるな。そして気になる観光客数は、566人。前回の倍以上の人数が来てくれるようになったな。ということで、次回はこの前和港の付近を開発していくよ。道路網の整備も含めやることが山積みだな。この新庁舎ならきっと業務効率も上がると思って頑張ることにしよう。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。